今日は善悪の基準について話をします。こんにちは。全世界1000万人以上が学んだ超越瞑想を教えている森正也です。ご視聴ありがとうございます。今日は善悪の基準についての話です。多分良い行いをするというと、なんか説教が始まったとか、なんかめんどくさい話かなと思う人がいるかもしれません。でも何かを行うと、それがいずれは自分に返ってくるという話を気にしている人は、何をどうすればいいのかちょっと知りたいと思うかもしれません。例えば誰かに悪いことをすると、それが自分にも返ってくるという話です。過去動画でも紹介したカルマの法則ですね。例えばもし苦手な人に食事に誘われて断りたいっていう時に、例えばその日は用事があるんです、ごめんなさいって嘘を言うのはどうなんだろう、相手に悪いかな、これは良くないことかなと迷う時もあると思います。それなのでこの動画を見れば、こうした方がいい、こうすると良くないという判断ができるようになります。さて今日の話は超越瞑想の本の176ページあたりです。電子書籍版では第3部生きる技術の第2章、存在の技術のカルマと存在の技術のところです。自分の行動を気にするようになると、なるべくなら良い行動をしようと思うようになります。でも何をやったらよくて何をやったら悪いことなのかということが気になってきます。究極的には何をやってもいいって開き直って、いろいろなことが自分に返ってきても気にしないという言い方もありです。そもそも超越瞑想を続けていると、善悪の判断はあまり考えなくても自然にできるようになりますので、それでもいいと思います。この件の究極的な解決の方法については、このバガバッドギーターのテーマでもありますので、こちらを参考にしてもいいと思います。しかし、そうは言っても今の状況でとりあえずは行動に迷う時があるという方に解説をします。超越瞑想を実践していない人もこれで安心ですね。さて基本的なことですが、私たちが普通に生活をしていると、ある程度の善悪については判断できると思います。お店から勝手に品物を持ってくるのはどうですか？ブーですね。アメリカのどこかでは15万円までは勝手に持ってってもいいという法律ができたそうですけど、警察官とか刑務所が足りないとか言っていました。15万円ってすごいですよね。正確には950ドルだそうですけれども、どうでしょうか。アメリカに行って15万円ぐらいちょっと持って帰ろうかな。チケット代ぐらいは出ますよね。もしかすると銃を持った店長がいそうですけど、どうなんでしょう。やめとこう。このように地域によって善悪の基準はいろいろですね。基本的にはその国の法律を守れば大丈夫です。マハリス先生は善悪についてもっと深く研究したいという人は、ヒンズー教、キリスト教、仏教、イスラム教、それぞれ自分の信じる宗教の聖典に従うと良いとおっしゃっています。善悪については宗教によって違うことが言われている場合がありますが、自分の宗教に従うことが賢明とのことです。ちなみに比較宗教学なので、この宗教はこう言ってる、こちらはこう言ってるなどの分析をするのは混乱のもとだそうです。また宗教の聖典の中に矛盾が生じている場合もあります。これについては以前の動画の教えに間違いがあるときも参考になります。私もそうですが、日本人の場合は宗教の教えというもので明確なものはないと思います。キリストの話もなんとなく伝わってきていますし、
仏教の教えもあります。また論語などの話や松下幸之助さんなどの偉人の言葉もあります。宗教的な感じではありませんが、だいたい皆さん、この人の言葉いいなというものはあると思います。相田光夫さんや斉藤ひとりさんもいいですね。ただカルマの法則という観点で考えてみると、少し基準が曖昧に感じられるかもしれません。あるいはこうすればいいんだよという話はわかるんだけど、本当にそれでいいのかなって思う時の判断も欲しいかもしれません。さて、では良い行為とはどのようなものでしょうか。この本では良い行為という表現になっています。善悪から来ているんですね。基本的には良い行為というのは良い影響を生み出すものです。何かを行うとその影響が広がります。もしあなたが悪いことを考えると、その緊張が周囲に広がります。例えば何かの集まりで誰か楽しそうにしている人が参加すると、みんなの雰囲気が良くなることってありますよね。そういう人は善の行動をしています。それは周囲に生命を支える影響を生み出していると表現されます。誰かの人生に良い影響を与えるような感じです。生命を支えるというのは進化や成長することだったり調和的なことです。それに対して生命を害するようなことになるような行動っていうのは全て悪い行為、間違った行為、罪深い行為、背徳の行為ということになります。現在においても未来においても宇宙全体に対しても全てに良い結果を生じるもの、これが絶対的な善の定義です。ちょっと難しいかもしれません。スケールが大きくなってしまいましたね。ダイエット中の友達の前でシュークリームを美味しそうに食べるっていうのは一体どうなんだろう、善か悪かというような疑問はどうでしょう。さて、その善悪は誰がどうやって決めるんでしょう。これについてはある行為の影響の範囲は計り知れなくて、あらゆる時間、空間、原因、結果に関わっていて、人間の理解力を超えているということです。じゃあ何？結論は？と思われたでしょうか。そうですね。実は知的なレベル、つまり頭の中であれこれと考えて善悪を判断しようとしても、とても複雑なことになって難しい面があります。しかし、あらゆる行動が自然に正しく良いものになるように、生命の流れ全体を調整することは可能です。それは超越瞑想を実践することで自然にできるようになります。ただ、冒頭での疑問、例えば苦手な人に食事に誘われて、その日は用事があるんですって嘘を言って帰るのはどうなんだろうということについては、今回の動画の中で紹介したように、自分にとっても周囲の人にとっても良い影響を生み出すことが判断基準になります。嘘をつくのは良くないということがありますが、その嘘によって良い影響を及ぼすのであれば採用してもいいのではないでしょうか。これはあくまでもあなたの判断になりますが、行きたくないのに無理やり行くこともないんじゃないかな。できれば嘘を言わずに、今日は行きたくないって言えればいいんでしょうけど、それだと気まずいとかいろいろとあると思います。あなたとあなたの環境にとって生命を支えるような結果を考えてみるといいと思います。友達を気にしすぎてあなた自身が我慢するようなことがある場合には、もしかするとお互いにとって生命を支える結果にならないかもしれませんね。ケースバイケースですけど、我慢強い人がある時急に壊れてしまうっていうこともありますので、無理はしない方がいいと思っています。こんな話をしてていいのかどうかわかりませんけど、この件はここだけの話で。今日の動画は以上です。もし超越瞑想に興味を持たれた方は、
ぜひお近くの瞑想センターで行われている無料の説明会にご参加いただければと思います。またすでに超越瞑想を学ばれている方は、瞑想のチェッキングを受けるのもいいと思います。またチャンネル登録やいいねもよろしくお願いいたします。皆様のお役に立てるように、また皆さんが楽しく過ごせることを応援していきたいと思っています。本日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。ジェイグルです。